第4章。ウサギ、ビルを送り込む。白ウサギだった。とぼとぼとゆっくり引き返してきて、何かをなくしたかのようにキョロキョロと辺りを見回している。ブツブツとこんな独り言が聞こえた。公爵夫人だ。公爵夫人。ああ、私の大事なマヤシ。私の毛皮とヒゲ。処刑されるに決まってる。イタチがイタチであるのと同じくらい確実だ。一体どこに落としたんだろう。アリスはすぐにウサギが鬼と白いコニャニカワの手袋を探しているのだと分かった。お人よしにも一緒に探し始めたけれど、どこにも見当たらない。涙の池で泳いでからというもの、何もかもすっかり変わってしまったようで、あのガラスのテーブルと小さな扉のあった大広間は跡形もなく消えていた。やがてウサギの方があちこち探し回っているアリスに気づくと、怒った声で呼びかけた。おいメアリアン、こんなところで何をしている？すぐに家に走って帰って手袋と扇を持ってこい。さあ早く。アリスはすっかり怯えてしまい、人違いだと説明しようともせず、指さされた方向へ一目散に駆け出した。女中さんと間違えられたのだわ。走りながらつぶやいた。私だと分かったらどんなにびっくりするかしら。でもまあ、扇と手袋を持って行ってあげましょう。見つかればだけど。そう言っているうちにこじんまりしたきれい中の前に出た。扉には真鍮のピカピカの表札がかかっていて、 W ラビットと刻んである。ノックもせずに中に入り、大急ぎで2階に上がった。本物のメアリアンに出くわして扇と手袋を見つける前に追い出されたら大変だ。おかしなものね。アリスはつぶやいた。ウサギのお使いをするなんて、そのうちダイナにもお使いを頼まれるようになったりして。そしてどうなるか想像し始めた。アリスお嬢ちゃま、こちらにいらっしゃい。お散歩の支度ですよ。すぐ行くわ、わや。でもダイナが帰ってくるまでこのネズミ穴を見張って、ネズミが出ないようにしなくちゃいけないの。でもアリスは続けた。ダイナがあんな風に人にあれこれ命令し始めたら、きっと家に置いてもらえなくなるわ。そうこうするうちにこじんまりした部屋にたどり着くと、窓際にテーブルがあり、その上に期待通り扇と小さな白い小屋に革の手袋が2三つ揃い置いてあった。扇と手袋を一揃い取り上げて部屋を出ようとした時、兄弟のそばに置いてある小さな瓶が目に入った。今度は私好みのラベルは貼っていなかったが、それでもコルクを抜いて口につけた。何か食べたり飲んだりすると、きっと何か面白いことが起きるのよ。と言った。この瓶で何が起きるか試してみよう。また大きくなれるといいんだけど、こんなちっぽけなのはもう本当にうんざりだわ。その通りになった。しかも思ったよりずっと早く。瓶を半分も飲まないうちに頭が天井に押し付けられ、血が折れないように身をかがめなくてはならなかった。慌てて瓶を置き、つぶやいた。もう十分。これ以上大きくならないといいけど、もう扉から出られないわ。あんなに飲まなきゃよかった。ああ、そう思ったところでもう遅い。どんどん大きくなり続け、たちまち床にひざまずくしかなくなった。次の瞬間にはそれすら無理で、片肘を扉に押し当て、もう片方の腕を頭の周りに巻きつけて横たわった。それでもまだ大きくなるので、最後の手段として片腕を窓から外に出し、片足を煙突に突っ込んでつぶやいた。もうこれ以上はどうにもならないわ。何が起ころうと。一体私はどうなっちゃうの？幸いにも魔法の瓶の効き目はもう打ち止めで、これ以上大きくならなかった。とはいえひどく窮屈で、部屋から出られる見込みがまるでないのだから、気が塞ぐのも当然だった。お家にいた方がずっと楽しかったわ。とかわいそうなアリスは思った。大きくなったり小さくなったり、ネズミやウサギにあれこれ命令されたりしないで済んだもの。あのウサギ穴に降りなければよかった。でもこういう暮らしもなかなか不思議で面白いのよね。一体私に何が起こったのかしら。おとぎ話を読んでいた時はこんなことは絶対に起こらないと思っていたのに、今やその真っ只中にいるのよ。私のことを本にすべきだわ、絶対に。大きくなったら書くの。でももう十分大きくなってるわ。と悲しそうに付け加えた。少なくともここではこれ以上大きくなる余地がないもの。でもそうするとアリスは思った。今の年より上にはもうならないってこと？
ある意味嬉しいわね。おばあさんにならなくて済むもの。でもいつまでもお勉強しなくちゃいけないのは嫌だわ。あ、それは嫌。バカね、アリスったら。と自分で答えた。こんなところでどうやってお勉強するっていうの？あなたが入るだけで精一杯で、教科書の入る余地なんかないのよ。こうしてああいこうい自分相手にすっかり会話をしてしまったが、やがて外で声が聞こえたので耳を澄ませた。メアリー、アン、メアリー、アン、と声がした。すぐに手袋を持ってこい。それから階段をパタパタ上がってくる足音がした。白ウサギがやってきたのだと分かった。ガタガタ震えて家全体が揺れたが、今や自分の方がウサギの1000倍も大きくて、ウサギを怖がる理由なんてないのだということはすっかり忘れていた。やがてウサギが扉のところに来て開けようとした。けれど扉は内開きで、アリスの肘がぐいと押し付けてあったからびくともしなかった。ウサギが独り言を言うのが聞こえた。じゃあ回って窓から入ろそうはいかないわ。アリスは思った。ウサギがちょうど窓の下に来たと思われるところでパッと手を伸ばして空中をひっかいた。何もつかめなかったが、キャッという小さな悲鳴と転ぶ音とガラスが割れる音が聞こえた。どうやらキュウリの温室か何かに落ちたらしい。次に聞こえたのは怒った声、ウサギの声だ。う。パット、カット、お前はどこだ？それから聞いたことのない声がした。ここにおりますだ。リンゴ掘りをしてるところですだ、旦那。リンゴ掘りだとふざけるだ。ウサギが怒鳴った。こっちに来てここから出してくれ。ガラスが割れる音がさらに聞こえた。なあパット、窓にあるのは何だ？腕ですだ、旦那。パットは腕、んでと発音した。腕だとこの間抜け。あんな大きさの腕があるか。窓を丸ごと塞いでるじゃないか。確かにそうですだ、旦那。でもやっぱり腕ですだ。とにかくあんなもんがそこにあっちゃいかん。行って取り除け。この後長い沈黙があり、時折ひそひそ声が聞こえるだけだった。ほら、全然気が進まねえですだ、旦那。全然。言われた通りにしろ。この育児なし。やがてアリスはまた手を伸ばして空中をひっかいた。今度は2つ小さな悲鳴が上がり、ガラスが割れる音がまた聞こえた。キュウリの温室が一体いくつあるのかしら。アリスは思った。次は何をするつもりかしら。窓から私を引っ張り出すつもりならそうしてほしいくらいだわ。こんなところにもういたくないもの。しばらく何も聞こえなかったが、やがて小さな荷車のガラガラいう音と大勢の声がいっぺんにしゃべる音が聞こえてきた。聞き取れた言葉はこうだ。もう一本のはしごはどこだ？俺は一本しか持ってきてないぞ。もう一本はビルが持ってる。ビル、こっちに持ってこい。ほら、この角に立てかけろ。ダメだ、まず2本つなげ。まだ半分も届かないぞ。いや、それで十分だ。こだわるな。ほらビル、このロープをつかめ。屋根は持つか？気をつけろ、瓦が外れてるぞ。落ちてくる。頭に気をつけろ。大きな音。今のは誰だ？ビルだろう。誰が煙突を降りるんだ？俺はごめんだ。お前が行け。俺だってごめんだ。ビルが降りろ。おいビル、親方がお前に煙突を降りろとさ。まあ、ビルが煙突を降りてくるのね。アリスはつぶやいた。何でもかんでもビルに押し付けるのね。ビルにだけはなりたくないわ。この暖炉は確かに狭いけど、ちょっとくらいは蹴れると思うわ。煙突の中にできるだけ深く足を引き込んで待っていると、すぐ上のあたりで小さな獣を何の動物かはわからなかったが、カリカリともがきながら降りてくる気配がした。これがビルね。とつぶやくと鋭く一発蹴り上げて、次にどうなるか待った。最初に聞こえたのはビルが飛んでったという声の大合唱だった。それからウサギの声だけ聞こえた。生垣のそばのやつ、受け止めろ。それから沈黙があり、またワイワイと声が入り乱れた。頭を支えてやれ。ブランデーだ。むせさせるな。どうだったおい。何があった？聞かせてくれ。やがて弱々しいキーキーした声が聞こえた。これがビルね。とアリスは思った。いや、よくわからねえんだ。もういいです。ありがとう。だいぶ良くなった。でもまだ動転してて話す気になれねえ。分かってるのはびっくり箱みたいなのがドカンと来て、俺はロケット花火みたいに飛んでったってことだ。まさにその通りだったぞ。みんなが言った。
家を燃やしてしまえ。ウサギの声がした。するとアリスはありったけの声で叫んだ。そんなことしたらダイナをけしかけるわよ。しんと静まり返った。アリスはつぶやいた。次は何をするつもりかしら。少しでも知恵があるなら屋根を取り外すんだけど。一応2分経つとまた外でゴソゴソ動き始め、ウサギの声が聞こえた。手押し車1杯分あればいいだろう。まずは。手押し車一杯分の何？アリスは思った。けれどすぐに分かった。次の瞬間、小石のシャワーが窓からバラバラと降り注ぎ、いくつか顔に当たったのだ。もうやめさせなくちゃ。と思い大声で叫んだ。二度とやらない方がいいわよ。するとまたしんと静まった。アリスはちょっと驚いて気がついた。床に転がった小石がみんな小さなケーキに変わっている。パッとひらめいた。このケーキを食べたらと考えた。きっとまた大きさが何か変わるわ。これ以上大きくなりようがないからきっと小さくなるはずよ。そこでケーキを一つパクッと食べると嬉しいことにたちまち縮み始めた。扉を通り抜けられるくらい小さくなるとすぐに家から飛び出すと、外にはたくさんの小さな獣や鳥たちが待ち構えていた。かわいそうなトカゲのビルが真ん中にいて、2匹のモルモットに両側から支えられ、瓶から何か飲まされていた。アリスが姿を見せるなり全員がどっと駆け寄ってきたが、アリスは全力で走って逃げ、やがて深い森の中にたどり着くとほっとした。まずやらなくちゃいけないのは森の中をさまよいながらアリスはつぶやいた。ちゃんとした大きさに戻ること。次にあの素敵な庭への道を見つけること。それが一番いい計画だわ。確かに申し分のない計画でとてもすっきりしていた。ただ一つ困ったことに、どうやって実行するかまるでわからなかった。木々の間を不安げにキョロキョロ見回していると、頭の上でキャンと甲高い声がしてはっと見上げた。巨大な子犬がまん丸の大きな目でこちらを見下ろし、前足を一本おずおずと伸ばして触ろうとしていた。かわいい子ね。アリスはなだめるように一生懸命口笛を吹いてやろうとした。でも内心は怯えていた。お腹が空いているかもしれない。そうなったらいくらなだめたところでペロリと食べられてしまうだろう。ほとんど無意識に小枝を一本拾い上げて子犬に差し出すと、子犬は4本の足を一度に宙に浮かせてキャンキャン喜び、小枝に飛びかかって加えて振り回した。アリスは踏みつぶされないよう大きなアザミの後ろに隠れた。反対側から顔を出すと、子犬がまた小枝に突進してきて取ろうとして前につんのめった。まるで入馬車の馬を相手に遊んでいるようなもので、いつ足の下敷きになるかわからないと思いながらアリスはまたアザミの周りを走った。すると子犬は小枝に何度も突撃し始め、その度に少し前に出ては大きく後ずさりし、しわなれ声でずっと吠え続け、ようやく遠くの方に座り込んだ。はあはあ息を切らし、舌をだらりと出して大きな目を半分閉じていた。今が逃げるチャンスだとアリスは思い、すぐに走り出した。すっかり疲れて息が切れるまで走り続け、子犬の鳴き声が遠くかすかに聞こえるようになった。それにしてもなんて可愛い子犬だったかしら。アリスは金峰毛にもたれかかって休みながら葉っぱの一枚で自分を仰いだ。芸を教えてあげたかったのに、ちょうどいい大きさだったらの話だけど、まあ大変。元の大きさに戻らなくちゃいけないんだった。どうしたらいいのかしら。何か食べるか飲むかしなくちゃいけないんだろうけど、大問題は何を？大問題は確かに何をだった。辺りの花や草をぐるりと見回したが、今の状況にふさわしい食べ物も飲み物もなさそうだった。近くに大きなキノコが一本生えていて、ちょうどアリスと同じくらいの背丈だった。下を覗き、両側を見て後ろに回って、てっぺんに何があるのか見てみようと思った。つま先立ちになって背伸びし、キノコの端から覗き込むとすぐに目があった。大きな青い芋虫がてっぺんに腕を組んで座り、長い水キセルをのんびりとふかしていた。アリスのことも他の何事にもまるで気づいていない様子だった。